はい、どうも皆さん、こんにちは。コロソ公式アンバサダーのヒデチャンネルです。今回はコロソの講座の中から山田金哲先生の講座を受講させていただきましたのでご紹介していきたいと思います。そもそもコロソって何って方も多いと思いますので簡単に説明させていただきますと、コロソは業界トップクラスの専門家のノウハウをオンラインで学ぶことを目標に作られたビデオオンデマンド型のオンライン教育サービスなんですよね。好きな講座を購入したらパソコンやスマホなど動画を再生できる端末さえあればいつでもどこでも授業を受けることができちゃうんです。そんなコロソの講座の中から今回は非常に人気の高い漫画家の山田金哲先生の講座を受講させていただきましたので、今回は実際に講座を受講してみて感じた読みやすい漫画を描くために欠かせない有料級のスキルの一部を特別に無料でご紹介していきたいと思います。今回ご紹介する山田金哲先生の講座では漫画家になるために必要な知識から読みやすい漫画を描くための視線誘導のコツやネームの作り方まで、漫画家の山田金哲先生ならではの商業誌で活躍できる漫画制作に必要なスキルを全て学ぶことができちゃいます。漫画を描いてみたいけどどう描き進めていいのか分からず困っている人、売れる漫画の法則が知りたい人、またはコロソの講座が実際にどのようなものなのか興味がある方はぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。ということで、まずは今回受講した講座の講師の先生からご紹介していきたいと思います。この講座の講師、山田金哲先生は、現役連載作家として活動されていて、代表作の汗と石鹸が数多くの賞を受賞し、ドラマ化、そして海外まで進出した凄腕の漫画家の先生なんですよね。今回の講座は8つのセクション、20本もの動画がセットになっていて、読みやすさに定評がある山田金哲先生だから教えられる読みやすい漫画を描くための秘訣を視線誘導を引き出すコツやネームの構成方法に特化して解説してくれています。また、初心者の方でもわかりやすいように漫画家に必要な用語の説明はもちろん、アシスタントやプロの漫画家への道、実際の漫画制作スケジュールまでお話ししてくださっていて、これから漫画家を目指す方だけでなく、新人漫画家さんや絵を描く仕事全般に興味がある人にも役立つ知識となっていると思います。さらに、キャラクターにフェチズムを落とし込む方法や魅力的なストーリーの考え方などを実践を通して身につけていくカリキュラムになっていて、講座の後半では集大成として身近にあるものを擬人化させて作ったキャラクターを活用し、実際にストーリーを書いていく構成となっていて、会社員からアシスタントを経て漫画家として多くのファンに愛される山田金哲先生による漫画制作の知識とノウハウをこの講座だけで全て学ぶことができるようになっています。ということで今回は読みやすい漫画を描くためには欠かせない有料級のスキルの一部を特別に無料で3つご紹介していきたいと思います。読みやすい漫画を描くために欠かせないスキルその1、吹き出しの配置。読みやすい漫画を描くために欠かせないのが視線誘導のテクニックなのですが、視線誘導なんて言葉聞いたことがない人も多いと思いますので簡単にお話しさせていただきますと、視線誘導とは読者の視線の流れをコントロールして的確に情報を伝えることなんですよね。これは漫画に限った話じゃなく、広告、アプリの UI、アニメやイラストなどでも用いられる非常に重要なテクニックなんです。視線誘導を使って読者の視線の流れをコントロールして情報を的確に伝えることで、読者の漫画に対する理解度が全然変わってくるそうなんですよね。ということで、視線誘導の基本テクニックとして、まずは吹き出しの配置をご紹介していきたいと思います。講座の本編では先生が書かれた汗と石鹸の実際の原稿の一部を例に解説してくれていて、こちらは元気がなかった朝子さんが名取さんに悩みを打ち明けて心が晴れて笑顔になれたというシーンなのですが、この見開きシーンのページを使って実際に吹き出しが視線誘導にどのように使われているのか見ていきたいと思います。まず漫画を読む時のセオリーとして、読者の皆さんは右上から吹き出しを順に追っていくというお約束があることが前提となっています。このページでは最初に目に入ってくるのは右上のこの吹き出しですね。笑ってる朝子さんと言った後に視線の流れがこのように来ます。笑ってると言っている名取さんがいて、視線の先には朝子さんがいます。そしてこんな感じで視線が流れていきます。漫画には吹き出しの次に絵を見るというセオリーがあるんですよね。そしてまた吹き出しがあって、朝子さんの
笑えてますかのセリフの後に名取さんのセリフがあります。このように吹き出しで顔を挟むというのも基本のテクニックの一つなんですよね。この吹き出しで顔を挟むというテクニックは本当に色々なところで使われていますので、皆さんもぜひお手持ちの漫画で探してみてください。さらに見開きでページが広がるのですが、ここから次の吹き出しに視線が流れて、この顔が見たかったというセリフからキャラクターの顔に視線が行くという構図になっています。これが視線を作る基本の配置なのですが、実はこの見開き、連載時にこの部分にキャッチコピーが入る予定だったそうなんですよね。でもこの部分にキャッチコピーを入れてしまうと、重要な視線の流れを遮ってしまうので、実際はこのように位置を変えてもらったそうなんです。漫画を描くときに連載時にどういった仕上がりになるのか、細かい部分までしっかりと気を使っているんだなと感心させられました。ここでは吹き出しを使った基本テクニックの触りの部分だけご紹介させていただきましたが、講座の本編では実際に連載された原稿を題材に吹き出しを使った視線誘導のテクニックについてもっとたくさん解説してくれていますので、続きが気になる方はぜひ講座の本編をチェックしてみてください。読みやすい漫画を描くために欠かせないスキルその2、背景密度。読みやすい漫画を作るためには背景の書き込み具合、いわゆる背景密度も大事な要素になってくるんですよね。こちらは重ねとすばるの原稿なんですけど、こちらでは読者を2人の会話に集中させるように背景をあえて全く書かないというテクニックが使われているんですよね。特にこちらのコマのひそひそ話をしている吹き出しは重要なセリフなので、このように吹き出しと2人の絵に必ず集中させるために、あえて背景に何も書かず、情報がある部分を絞って見せるようにしているそうです。また、吹き出しに色をつけるのも、ただの吹き出しではない、より重要度の高い吹き出しであることを強調するために使われる基本のテクニックなんですよね。色があるものとないものを見比べてみると、画面全体を見たときに、この吹き出しだけちょっと強調されているのがよくわかるのではないでしょうか。また、こちらのコマを見てください。こちらは背景をアシスタントのスタッフさんが描いてくださっているそうなんですが、このままだとキャラクターと背景のグレーの密度が被ってしまって、パッと見た時にキャラクターが分かりづらくなってしまっているんですよね。こんな時は、例えば本の背表紙を白く飛ばしたり、黒ベタを足して奥行きを加えることで、背景のグレーの密度がキャラクターと被らないように調整して、キャラクターを視認しやすくしているんですよね。キャラクターの基本色は決まってしまっているので、それを邪魔しないように背景密度を調整するのも一つのテクニックとなります。講座の本編ではこんな感じで背景密度を使った視線誘導のテクニックをたくさん紹介してくれていますので、気になる方はぜひ講座の本編もご覧ください。読みやすい漫画を描くために欠かせないスキルその3、キャラクターの見せ方のコツ。人気漫画の共通点としてもう一つ忘れてはいけないのが、キャラクターの見せ方のうまさにあると思います。いくらお話が良くても登場人物が魅力的じゃなかったら、その漫画を読みたいとは思いませんよね。今回の講座では魅力的なキャラクターを作るためのノウハウとして、好かれるキャラクターを作るためのギャップの持たせ方や、フェチズムをキャラクターに落とし込む方法など、キャラクターの見せ方のコツがたくさん紹介されているのですが、今回は読みやすい漫画を描くために欠かせないスキルとして、講座の本編の動画の中からキャラクターデザインにおける対比というお話が個人的には非常に面白いと思ったのでご紹介していきたいと思います。こちら、汗と石鹸のメインキャラクター、名取さんですが、キャラクターを作る上で実はメインキャラクターの周りがどんなキャラクターかが重要になってくると山田先生はおっしゃっているんですよね。どういうことかというと、こちらは名取さんが普段仕事をしている時によく一緒にいる人物たちなんですが、名取さんが中心人物だとわかるように、この4人グループでどの2人を切り取ってもキャラクターの見た目やシルエットが被らないようにするということを心がけて作ったそうです。例えばこちら、鈴村さんという人物ですが、このキャラクターは髪の色を黒くして見た目で名取さんと被らないようにしています。なおかつ印象としてかっちりとしていて一見真面目そう、
という感じを与えるために、襟付きのシャツやメガネというアイテムを使用しているんですよね。対する名取さんは、緩めで服もラフめに設定されています。腕にスマートウォッチなどをつけているのも新しいもの好きな性格を表していますよね。また、女性陣を見てみると、こちらはコリスちゃんという後輩で、ハキハキした性格、身長が小さいという若い感じ、後輩感が出るような設定になっています。ショートカットの髪型も活発な印象を与えていますよね。そしてもう一人、こちらは松苗さんというキャラクターなんですが、この二人が被ってはいけないので、ふわっとしたロングヘアにすることで、穏やか、優しそうという性格付けとお姉さん的なポジションを演出しています。この4人でよく集まることがあるんですが、4人誰を切り取ってもキャラクターシルエットが被らない、属性が被らない。なおかつ、名取さんが目立つように服装のトーンなども気をつけて配色しているそうです。もう一つ別のシーンを見てみましょう。こちら、同期入社の仲のいい3人で集まっているシーンとなっているのですが、左側の立石さんというキャラを見てみましょう。こちらも名取さんと印象を変えるために髪をトーン色、クセっ気にして服装も営業部という設定なのでいつもスーツを着ています。鈴村さんと比べてもキャラクターが被らないように注意されているのがわかりますよね。なぜここまでキャラクターの見え方に気を使っているかというと、自分が思っているよりも読者さんはキャラクターの見分けがつかないということを新人時代編集さんによく言われたそうなんですよね。話を読んでいれば全然理解できるじゃんと思うかもしれませんが、スマホとかで流し読みされてしまうとパッと見で見分けがつかなくなってしまうそうなんです。例えば3人とも髪が黒かったらどうでしょうか。ページを開いた時にすぐにキャラクターが判別できるかと言われると結構難しいですよね。現実的に考えれば髪の色分けなんてあるわけないんですけど、お話が現代社会だとしてもやはり漫画なのでパッと見で誰かわかる状態にしてあげることが読みやすい漫画を作る上でとても重要となってくるそうです。講座の本編ではキャラクターを描き分ける際に知っておきたい大切なポイントとコツをもっとたくさん紹介しています。また、視線誘導の基本として集中線の使い方やサークリング、空間埋めトーンなど読みやすい漫画を描くために知っておきたいテクニックをたくさん紹介していますので、続きはぜひ講座本編の方でご覧ください。今回は読みやすい漫画を描くためには欠かせないスキルに的を絞ってご紹介させていただきましたが、漫画制作に欠かせないストーリーの作り方、考え方や、実際に掲載された原稿をもとに下書きからペン入れ、仕上げまでの工程をすべて見せながら解説してくれていたり、講座の後半では集大成として身近にあるものを擬人化させて漫画を描いてみるということで、ゼロから新しい作品を生み出すためのプロセスをキャラクターを作るところからストーリーを考えて、実際にネームを書いて完成させるところまで、すべて解説しながら見せてくれているので、漫画を作るためのプロセスとノウハウを文字通りすべて学ぶことができるカリキュラムとなっています。また、プロの連載漫画家だからこそ話すことができる、プロ漫画家になるためのルートや、リアルな制作スケジュールのお話、さらになかなか聞くことができない漫画家のお金の話まで、プロの現場のリアルな情報も余すことなくお話ししてくれていて、山田金鉄先生の講座は、これから漫画家を目指す上で必要なことは、この講座一つで全て分かってしまう、そんな作りになっていると感じました。このようにコロソの講座は有益な情報がぎゅっと詰まった内容となっているので、興味を持たれた方もいらっしゃると思いますが、とはいえ購入するのに心配な部分もありますよね。例えば動画の視聴期限なんかは気になるところだと思います。他の有料の講座の中には視聴できる期限が決まっているものもあって、そういうサイトだと講座を購入したはいいけど、忙しくなってなかなか講座を視聴できないまま視聴期限が過ぎてしまい、ただただ無駄なお金を払うだけになってしまった、なんていう心配もありますが、コロソの講座は一度購入したものは無期限に、しかも何度でも視聴できます。これなら講座を購入したけどなかなか時間が取れない人や、後でまとまった時間を確保して一気に見たい人でも安心ですよね。あとは講座のボリュームも気になるところだと思いますが、コロソの講座は1講座につきだいたい20から30本ぐらいの動画で構成されていて、時間にすると約20時間ぐらいのボリュームになります。
今話題のプロの方がこれだけの時間を割いてしっかりと教えてくださっているので、内容に関してはとてもいいものだと思います。価格は各講座とも2万円前後となっていますが、20時間分のプロのノウハウが直々に学べると思えば、僕はむしろお買い得かなと思いました。ということで今回は山田金哲先生の講座から読みやすい漫画を描くためには欠かせないテクニックを3つご紹介させていただきました。この動画を見てコロソの講座に興味を持ってくれた方は、タイトル下の概要欄に講座のリンクがありますので、ぜひチェックしてみてください。動画公開から10日間限定でゲットできるチャンネル登録者様向けのお得なシークレットクーポンも配布しています。今回ご紹介した講座以外でも使えますので、サイトを見て気になる講座があればぜひ受講してみてください。先着100名となっていますので、絵の上達を本気で考えている人はお早めにどうぞ。私は漫画家の山田金哲です。コロソでお待ちしております。ここで重要なお知らせ。定期的にやっているお絵かきライブ配信では、こんな感じで一度にもっとたくさんのキャラクターを描いていますので、よかったらチャンネル登録をしてライブ配信もチェックしてみてください。また、ライブ配信で描いた絵は下書きと線画をセットにしてブースにて販売しております。ライブ配信で描いた絵をもっとじっくり見たい方はもちろん、ポーズの参考、模写の題材として使いたい人にもおすすめとなっています。早期購入特典としてクリップスタジオ形式のデータもダウンロードできちゃいますので、興味がある方は概要欄のリンクからお早めにどうぞ。あとはオンラインサロンでも絵の講習会をやっていますので、もっと絵が上手くなりたい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。